さんこんにちは、青空ガレージチャンネルです。さて今回はコマジェオイル交換編です。オイル点検の注意点についてもご紹介します。そしてベルハンマーを入れて2000キロ、いろいろ検証しちゃいます。果たして違いは出るのかな。最後までゆっくりしていってね。前回の交換から約2000キロを超えたので、オイル交換の時期がやってきました。コマジはオイルフィルターがないので早めの交換が必要です。実は前回のオイル交換時に巷で話題のベルハンマーを点火しています。今回2000キロ走ったことによりエンジン内部に行き渡ったところでコンプレッションゲージを使って圧縮圧力を測ってみたいと思います。ベルハンマーの点火前の圧縮と点火後2000キロ走行した圧縮を比較検証してみましょう。検証内容について、エンジンの音量、圧縮圧力、オイルの消費量、この3点についてそれぞれベルハンマーの点火前の普通の状態、点火後2000キロ走行した状態、点火とオイル新品状態以上の内容で検証します。ちなみにベルハンマーとは千葉県松戸の企業が開発した奇跡の潤滑剤です。それでは前回の様子から、はじめに普通の状態の音量を測ります。だいたい81デシベルといったところでしょうか。圧縮を測る準備のため左右のタンデムステップを外します。キャブレターにアクセスするため左シートカウルを外します。圧縮を測るときスロットル全開状態で計測する決まりになってます。ただし数秒間クランキングするのでガソリンも吸い込んでしまいます。それを避けるためキャブレターをマニホールドから抜いておきます。キャブレター前後をつなぐバンドを緩めます。エアクリーナーケースのボルトを緩めて後ろに引っ張ります。これでスロットル全開と同じ状態です。それではコンプレッションゲージで測ってみましょう。プラグを外して付属のホースをつけます。ピストンリングの摩耗等により隙間が増えると圧縮数値が低く出ます。エンジンの老朽度合いがわかります。圧縮比とは別物です。ではクランキングしてみましょう。コマジの標準値は11キロらしいですが、赤い数値を呼びます。10.4 キロぐらいでしょうか。ベルハンマー点火前の計測は終わったのでオイルを抜いてみましょう。プラグを元に戻します。それではオイル交換に移ります。5分ほど暖気してオイルを温めます。回遊器を後輪とメインスタンドの間に入れます。舐めやすいので工具を確実にセット。自分がバイクの右側にいるので後方に回します。ドレーンの口径が大きいのでレベルゲージは開けなくても一緒です。ドレーンボルトと金網を回収します。これがオイルストレーナーの金網です。大きな異物を吸わないようになっています。紙製のフィルターなどはなくこれだけです。きれいに洗って戻します。オーリングは切れていたら交換です。ドレーンボルトを閉めます。
締め付けトルクは 31.4 ニュートンメーターらしいけど、次回苦労するので締めすぎ注意です。そして前回入れた 1200cc のオイルがどのくらい減っているか確認します。エンジンオイル消費量を見ることで、そのエンジンのコンディションを知ることができます。ベルハンマーを入れる前のエンジンオイル消費量は見にくいけど1000と900の間、2000キロ走ってマイナス 250cc でした。すり減ったエンジンほどオイルが一緒に燃焼し、量が減っていきます。捨てる前にその都度測ることで経過が観察できます。新しいオイルを入れましょう。バルボリン VR1 です。すいません、バルボリン信者なもので。新しいオイルをきっちり 1200cc 入れます。1本1クォートとプラス 250cc を入れます。まずは1リットル。真冬時期は 10W40 ぐらいが良いかも。それではいよいよベルハンマーを入れてみましょう。こちらは鈴木紀子さんの LS ベルハンマーゴールドです。すいません、案件ではないので詳しい商品説明については YouTube で検索してみてください。簡単に言うと金属表面を加湿して滑らかにしてくれるみたいです。オイル総量の 5% から 10% 以下ということで 100cc 入れます。オイルをさらに 100cc 入れます。これでベルハンマー 100cc とオイル 1100cc が入りました。きっちり測って合計 1200cc。 オイルレベルゲージを差し込んで確認してみましょう。点検時ねじ込むか否かという話がありますが、マニュアルには点検が完了したらねじ込むと書いてあります。ねじ込んで測ると上目を刺してしまうので、実際はオイルが少ないのに多めと結果が出てしまいます。また点検する場合、必ず水平な場所で行う必要があります。実はこの場所も排水のため緩やかな傾斜になっています。油面は常に水平なのにエンジンが左に傾くとゲージ側が持ち上がり油面が低いという結果が出てしまいます。傾いたまま測ってみましょう。一見水平に見えますが、わずかな傾斜で大きくゲージに影響してしまいます。規定量 1200cc 入れたのに先端にちょこっとしかつかない。そこでセンタースタンドの下に適当なものを敷きます。どっこいしょ。使用済みパッドのベース3枚です。もう一度やってみます。センタースタンドの左右高低差わずか 1cm を補正すると今度はちゃんとゲージの真ん中に来ました。確実に水平な環境でないと正確な値を見るのは実は意外と大変なのです。それではベルハンマーを点火して2000キロ後のオイル交換の様子をご覧ください。また同じように音量から測ります。ベルハンマー点火後の走った感想ですが、ガーだったエンジン音がブーンって感じでした。言葉で伝えることが難しいですが、滑らかに回っている感じ、すいません、個人の感想です。静かになった気がしましたが、だいたい81デシベルと実際はあまり変化はありませんでした。よくよく考えたらマフラーの音を拾っているみたいです。続いて圧縮を測ります。カウルとキャブレターは外しました。プラグを抜いてコンプレッションゲージを取り付けます。またまた登場、コンプレッションゲージです。プラグと同じ系のアダプターを選びます。
までしっかりねじ込みます。クランキングしてみましょう。おっと、11キロに到達しましたね。少し上がりました。ちなみに新品オイルならどうなるかこの後やってみましょう。プラグを戻してオイル交換に移ります。前回同様なので割愛します。そして前回同様 1200cc のオイルがどのくらい減っているか確認します。まずは1リットル。あれ？残りを測った結果、200cc ありました。ということは 1200cc？ 全くオイル供与をしていないという結果になりました。適切なクリアランスが保たれて機密が改善したのでしょうか。ちょっと驚きです。またベルハンマー入りの新しいオイルを入れます。日が暮れてきたので急ぎます。一旦キャブを戻します。新品オイルとベルハンマー点火後の計測をしてみましょう。アイドリング時81デシベルと変化なしという結果になりました。やはりマフラーの音が大きく意味のない計測でした。圧縮圧力を測るためキャブとプラグを外します。アダプターをセット。ダイヤルゲージと接続。クランキングします。果たして11キロを超えてくるか。新品オイルで更新かと思い粘りましたが結果は同じでした。11キロ。以上で全ての計測が終了しましたが、最後にもう一つ結果報告があります。それは今回オイル交換直前に入れた燃料の記録です。ベルハンマー点火後2000キロ 43,234 キロで満タン給油。1週間後に入ったガソリンの量は 6.7 リットルでした。走った距離は 459-234 イコール225キロ。満タン砲 6.7 リットルで割ると 33.6 キロでした。確かベルハンマーを入れる前はリッター31キロぐらいだったと思います。皆さんの愛車と比較してみてください。またガスケットやオイルシール等への悪影響も出ていないようです。圧縮圧力は改善し、オイル消費がなくなり燃費が向上したという結果でしたが、いかがだったでしょうか。回転が滑らかになったことでアイドリングを極限まで落として最高燃費に挑戦した動画を今後ご紹介したいと思います。ランサーにも入れる予定ですので乞うご期待。 VMAX にも入れたいのですが湿式クラッチのバイクには入れられません。値段が張るので毎回でなくても良いし、エンジンを長持ちさせてくれるなら決して高くはないでしょう。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。